冒険っていうと、今やってる仕事を辞めるとか、新しい人とお付き合いするとか。そう。それは冒険じゃないです。新しく選択し直すっていうことなんですよね。そうなんです。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日は何のお話でしょう？今日はですね、今年は日の絵馬。先駆けの年だから、どんどん冒険をしましょうというお話を聞いたんですけど、どんな冒険をしたら良いんでしょうというお問い合わせをいただいております。ありがとうございます。私たちって冒険っていうと、なんかこう今やってる仕事を辞めるとか、そう、新しい人とお付き合いするとか、そう、なんかずっと惰性でやってることを続けることをやめるとか、そう。なんか今まで我慢がいっぱいだったから、私犠牲やめるんです。そう。それで急になんか、ね、プンっていなくなっちゃったりとか、それは冒険じゃないです。なんです。犠牲をやめるのはいいことなんですけど、新しく選択し直すっていうことなんですよね。そうなんです。で、自分が選び直したことを、自分が自分の考え方とか、感じ方とか、それからちょっとした行動を変える、そのことによって関係性が変わってきたら、それが冒険なんですよね。そうですね。冒険っていうのはビジョン心理学のこの三角形の、リーダーシップのね、ギフトの一番最初にある言葉なんです。そうなんですよ。ギフトなんですよ、冒険って。ね。だからこうね、冒険をこう受け取って進んでいくわけなんだけど、まあ、あんまりほら、なんていうの、ジャングルに冒険に行くとか、そういうこと私たちないから、冒険って言われるとなんか極端なことをしちゃう、今までやったことないことやらなくっちゃって思うと、ついつい全然違う。バンジージャンプ飛ぶぞみたいな。そう。だからその瞬間は、劇的にこうドーパミン的な感じで、ドキドキするかもしれないけれども、ここでいう私たちが、提唱しているこのビジョン心理学の冒険っていうのは、その冒険ということをしたこと、行動や内的な冒険をしたことによって、現実がとてもハッピーになっていくし、ハッピーにならないと、この冒険の意味を本当に、体験したことにはならないんです。そこにはこう、ハートがドキドキしたりとか、ワクワクしたりとか、不安にももちろんなりますよね。で、ハートがドキドキワクワクって、でも、やっぱり、なんていうのかしら、自分にとって良くないことをやっても、ドキドキすることってあるんですよ。だから分かりづらいんですよね。なんかこう、進めば進むほど、エゴの罠も深くなってくるし、巧妙になってくるし、あなたにこれを囁いたら、あなたがなびくなっていう、もっともらしくなってくるでしょ。すごいもっともらしい理屈があるんですよね。そう。で、それがね、すごく審美眼が必要で、デッドゾーンのところの、抜け道のところに、識別能力っていうのがありました、ありました。識別力っていうのがあるんです。何が本物で、何が偽物かっていうことなの。で、この角を曲がるときっていうのは、今まで積み上げてやってきた経験とか、そういうことも投げ出して、全く新しいところに行くんだ。みたいな。それって、むしろ依存から自立に行くときに、切り離しでやることですよね。ハートはあそこは切り離しちゃうんだけど、デッドゾーンのところは本当になんかこう赤ちゃんを洗っていた、洗い桶の中の水をきれいにする。そして変えるってことなんだけど、赤ちゃんごとジャーって流しちゃうみたいな。そう。で、この場合の赤ちゃんっていうのは自分にとっての宝物という意味なんですね。だから本当にあなたにとって大切なものまで一緒にその汚い水と一緒に流してしまうっていうことを私たちはここでやりがち。そうですね。でも冒険っていうのは実はそういうことではないっていうことなんですね。やっぱりどこまで行っても内的なことと外的なことのバランスなんだなって今お話ししてて思ったのは、例えば仕事が嫌だから、極端にね、やりかけの仕事とかも投げ出して、私は新しいところに行くんですって。これは先ほどおっしゃった、この依存から自立へのこの切り離し。ね。で、それは冒険ではなくって、例えば会社を辞めるにしても、次にどうするのかっていうことをちゃんと決めて、それが安定的であって自分が困らないように、周りの人が困らないようにする。そして辞めていく方の会社にもちゃんときちんとご挨拶をしたり、やりかけのことを完了していくっていう、その現実レベルがしっかりしているっていうことと、自分の内的な新しいところに行くワクワクとかドキドキとか、そういう未完了のことを完了させて
ていく勇気っていうことの、この男性性と女性性のバランスが伴わないと、冒険って言わないなーって今思った。はい。なんか、えいやーって言っちゃうと、ちょっと男性性だけになりがちなんですけれども、自分を大切にする、周りを大切にする、両方を大切にするって、意外に忍耐力がいることだったりもするので、そういう意味で自分のパターンを超えていくっていうことなんですよね。で、今までだったら人に頼めなかったことをちゃんと頼んでみるとか、それから本当にもう目いっぱいいっぱいいっぱいなんですっていうのも自分で抱え込むだけではなくて周りに助けてをいっぱい言ってみるとか、そういうこともやってみるとか、自分を大切にするようなこともちゃんと選んでやってみるっていうことなんですよね。自分を幸せの数に入れるっていうことですよね。なんか例えばずっと行ってみたかったところに行くから、ずっと続けてきたことをちょっとなんかこう脇に置いて、新しいところに行ってみようって思ったんだけど、行くことを決めたことも冒険なんだけど、まあ今のこの世界のいろいろな情勢があって、ちょっと一回立ち止まった方がいい。あるいはその旅行とかプランをやめた方がいいっていうふうに、この女性性とのバランスが出てきたときに、またそこでこう進むと違いが出てきて、やめよう、行こうって思っていたことをやめようって思って、元のところに戻ったり、まあこういうふうにこう自転車乗るみたいに、バランスを取りながらどうも冒険っていうのも進んでいくみたいですね。そうなんですよ。実際自分がそれを決めるときに、本当にこれが道だっていうのは分かりにくかったりするので、やっぱり試しながら試行錯誤っていうのがそこにあると思うんですよね。で、その時に、やっぱり周りの人たちの声っていうのをちゃんと聞きながら、両方の声が出てくると思うんですよ。そうですね。行かない方がいいよっていうもっともな声もあれば、行った方がいいよ。本当に両方ともね、理屈は最もだと思うんですよ。で、その時に、やっぱり大事なのはパートナーだったりとか、すごく親身になってそばにいてくれる人の存在、その方がどういう風な状態でいらっしゃるかっていうことが大きな、鍵になるかなって思います。なんかこう、冒険するときに、それが真実かどうかっていうことで、その真実のコミュニケーションっていうのもあると思うんですね。で、私たちこのコミュニケーションの上でも冒険をしましょうってお伝えするので、今まで言わなかったんだけどって言って、それをこう、攻撃として、今まで言わなかったことを言うっていうことがコミュニケーションの冒険の、まあ、第一歩ではあったりするわけなんだけど。すごく勇気はいりますからね。やっぱり言わなかったってことは、やっぱりこんなこと言ったら嫌われちゃうかなとか、相手を傷つけちゃうかなとか、そういう思いがいっぱいあって言わなかったわけだから、その言うときには勇気がいって、こうやって思いっきり言うと、ついつい突き抜けたような、その激しい言い方になってしまうってこともありますからね。でもそこのところでそれに気づきながら、でも本当に自分が言いたいことはこれなんだっていうことを、また話をするし、もう一方の人は、こういうふうに言われていたいんだけど、こういうふうに感じてたんだね。話してくれてありがとうって、受け取りながら、でもそれはここは誤解なんだよとか、ここは間違ってるんだよねっていうふうに、コミュニケーションで冒険がしていけると、二人の間にずっとここの見えないようなふりをしてるんだけど、二人ともずっと感じてることは同じだったりするでしょ？そうなんです。特にパートナーとの関係性の中では、お互いに関係性の中で感じてることは一緒なので、別にあなただけが感じてるってことではないことが多いんですね。だから、こういう思いがあってね、あなたはどうなのっていうことを必ず確認し合いながら、そこに愛があるかないかによって、全然冒険の質が変わってきますよね。やっぱり冒険っていうのは方向性があって、一つは今ロミちゃんがおっしゃったみたいに愛があるかどうか。それから、もう一つは、やっぱりその切り離していないっていうことで、繋がっていって、その冒険をした時にみんながハッピーになる。そうなんです。これ冒険をした結果として、みんながハッピーになっているっていうことがありますよ。それがやっぱり真実なんですよね。行ったり来たりはするかもしれないし、後戻りするかもしれない、そんな風に感じるかもしれないけど、実は進んでたりするわけですね。その途中経過の中では悲しみもあるし、怒りも出てくる場合もあるんだけれども、でもそれも、だからといって距離を置いてしまうんではなくって、分かち合いながらやっていくことによって必ず収まるところが絶対に出てくる。
だからこう、待つっていうことも必要かもね。そうですね。どうでしょうね。これ、冒険ってすごくなんか大きいテーマのような気がしてきたな。すごく私たちが今年、直面することっていうのは、今までの自分のパターンを超えることが多いんじゃないかなと思うんですよ。で、だからといって、その人生が、大きく結婚して離婚してみたいな、そういう方もいらっしゃるとは思うんですけど、そうならなくてもいい。ただし、関係性は変質してくる。そうですね。変わっていく。変わっていくと思うんですね。でも、そういう、嫌いが、私のパートナーとの関係性の中でも出てきていると思うし、で、それがいいか悪いかっていうのは、やっぱりお互いが幸せそうな顔をしてるかどうかですごくよくわかると思っています。だから、行きつ戻りつかもしれないけれども、そこにこの信頼を持つっていうこと、どうしてもやっぱりほら、自分のやり方を通したいし、正しさが出てくるし、出てくる。ね、コントロールされたくないし、で、エゴは本当にもっともな理由をつけます。そうですね。すごくもっともな理由をつけます。なので、本当にそういうことを、仲間とか、パートナーと話し合いながら、どう聞こえてるっていうのを聞きながら、行かれるといいかなって思います。2026年は冒険の年だよってチャックさんがよくおっしゃるってね、言ってたでしょ。そのことちょっとなんかロミちゃんが通訳とか、ご自身の体験で、みんなに話してあげられることありますか？そうですね。私が一番お伝えしたいのは、愛を真ん中に置きましょうよっていうことなんですね。で、それを、自分が誰を愛するのか、誰のためにこれをやりたいのかっていうのを思いながら前に進んでいきましょうよって思います。で、そうすることによって、翻ってみると自分が自分を大切にしているっていうことになるかなって思います。ね。だからやっぱりその方向性が大事ですね。つながって生きながら自分がこれ分離してるんじゃないんだっていう、もう一度つながり直すためのところなんだ。選択し直すことが可能なんだ。そうなんです。そうなんです。まだ終わってないよ。終わるときは本当によくわかるよ。完了するときは本当に完了しますから。そうですね。みんながわかるんです。そう。シンプルなんだよね。とってもシンプルです。卒業は。だから、やっぱりその方向性がわからないうちに、自分で自分の中にこの、なんていうの、葛藤があると、相手がその反対意見を持ってくれてるわけだから、ここをどんな風に統合していくか。で、みんなが勝つっていう形は何があるのかっていうことを見てみるっていうのがすごく大切なんじゃないかな。とっても大切だと思います。なんか、感触だけで決めないでねって。そうね。それで人生が、大事な赤ちゃん、大事な宝物を流しちゃうなんていうことがないようにって、ただただそう願います。2026年は冒険の年。ね、まだ始まったばっかりですけれども、ぜひ私たちもね、そう、愛を持って冒険をして、みんながハッピーになるように、一緒に進んでいけたらいいですね。ですね。はい、ありがとうございます。またありがとうございました。またねお知らせです。どうやら私たちは2時間のミニセミナーをズームでするようですよ。いつですか？はい、今年のですね、7月3日、19時30分から21時30分までです。初めてのオンラインミニセミナーなんですね。ミナとロミのビジョン心理学サロンのミニセミナー、オンラインになります。テーマは、オープンザトレジャーチェスト？心の宝箱を開けるっていうテーマなんですね。何ですかその宝箱って。宝箱が何なのか、宝箱が心のどこにあって、それを開けたらどうなるかっていうことを2時間でたっぷりお話ししたいですね。美しいですね。ぜひぜひぜひご自分の宝箱を発見したい方。そうですね。開けてそれを人生に活用したい方、お待ちしてます。ミニセミナーです。はい。それでは4月3日にお待ちしてます。19時30分です。